こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は常備食材としてとてもおすすめなカシューナッツの活用法とレシピをご紹介していきます。カシューナッツはクリーミーで自然な甘みがあるナッツ。他のナッツに比べて真っ白で柔らかいという特徴を生かして、まずは美味しいナッツミルクを作ってみましょう。生のカシューナッツ3分の1カップにお水2カップを合わせて滑らかになるまでブレンダーにかけるだけ。バイタミックスのようなハイスピードブレンダーではなく、普通のブレンダーを使う場合は小さなかけらが残るかもしれないので、カシューナッツを一晩浸水させて柔らかくしておくか、ブレンダーにかけた後に目の細かいザルやガーゼなどに通してこすといいでしょう。できたカシューナッツミルクは豆乳やアーモンドミルクのようにそのまま飲んだりお料理に使うことができます。カシューナッツを使ってホワイトソースも簡単にできます。まずは生のカシューナッツ1カップとお水3カップをブレンダーにかけて、ミルクより濃いカシューナッツクリームを作ります。あとはクリームを弱火で煮詰めるだけ。今回はレモンクリームパスタを作っていきます。2カップのカシュークリームを煮詰めてクリーミーなホワイトソースになったら、塩少々、レモン1個分のゼストと絞り汁を入れて、茹でたお好みのパスタを入れて絡めます。胡椒をして千切りにしたレモンの皮、後ほどご紹介するカシューナッツがベースの粉チーズ風をトッピングして出来上がりです。ミルクやクリーム以外にもカシューナッツのクリーミーで濃厚な味を生かしていろいろな調味料、ソースを作ることができます。まずはマヨネーズから。一晩浸水させておいたカシューナッツ4分の1カップ、粒マスタード小さじ2、お酢小さじ2、レモン汁小さじ1、塩小さじ2分の1、オリーブオイル大さじ2を合わせてブレンダーにかけます。途中で少しずつお水を加え、滑らかになるまでブレンドします。出来上がった時はサラサラしているので、冷蔵庫で少し冷やしてもったりさせましょう。サンドイッチやサラダに使ったり、普通のマヨネーズのように楽しめます。次にご紹介するのはペストソース。浸水させておいたカシューナッツ3分の1カップ、パクチーの葉の部分1カップ、ディルの葉の部分大さじ2にニンニク1かけ、レモン1個分の絞り汁、塩麹小さじ2、オリーブオイル大さじ2を合わせて滑らかになるまでフードプロセッサーにかけます。今回はバジルではなくパクチーとディルを使いましたが、大葉を使えば和風ペストになりますよ。茹でたてのパスタと和える他にクラッカーや生野菜のディップにしたり、お酢とお水で伸ばしてサラダドレッシングにするのもおすすめです。カシューナッツを使ってナッツフラワー、ナッツバターを作ることもできます。カシューナッツフラワーはカシューナッツを粉になるまでブレンダーやフードプロセッサーにかけるだけ。ニュートリショナルイーストとお塩と合わせれば、レモンクリームパスタにも使った即席の粉チーズ風になります。カシューナッツフラワーをさらにフードプロセッサーにかければ、カシューナッツバターの出来上がり。カシューナッツバターはピーナッツバターやアーモンドバターのようにパンに塗ったり、お菓子作りに使うことができます。今回はカシューナッツフラワーとカシューナッツバターを使って、前回のライブでご紹介したとっても簡単にできて美味しくヘルシーなクッキーのアレンジバージョンを作っていきます。お好みのグラノーラ2分の1カップに無塩ココアパウダー大さじ1、カシューナッツフラワー2分の1カップ、カシューナッツバター大さじ2を合わせ、中くらいの大きさのバナナをマッシュしながら加えて、すべてをよく混ぜ合わせます。スプーンで成形し、200度に予熱したオーブンで15分、こんがりといい焼き色がつくまで焼けば完成です。しっとりとした食感のチョコクッキー。お砂糖や甘味料は使っていませんが、バナナとカシューナッツの甘さで体が喜ぶ美味しさです。いかがだったでしょうか。今日は常備食材としておすすめしたいカシューナッツの活用法やレシピをご紹介しました。この他にもカシューナッツはチーズ風を作ったり、炒め物やスープなどのお料理に使うのもおすすめです。東京ベジライフの会員制オンラインサロンザハブではカシューナッツを使ったフレッシュチーズ風、
パイナップルフライドライス、ミックスベジタブルカレーのレシピを限定公開していますので、ご興味のある方は概要欄のリンクから詳細をご覧ください。それでは、See you next time!